旅トラベルガイドの K です。このチャンネルでは夫婦で訪れた旅の景色を役立つ情報とともにご紹介しています。世界遺産ホイアンの夜景、実際どれぐらい綺麗なのか現地で確かめてきました。ダナン国際空港に到着。入国審査はスムーズで20分程度で入国できました。荷物受け取りエリアの向かいにずらっとシム屋さんが並びます。2店舗で金額を確認しましたが同じでした。スーツケースが出てくるまでの間、まずは旅の命綱 eSIM の契約からスタート。 eSIM で電話番号ありだとモビフォン一択とのこと。料金はクレジットカードで決済できました。お願いするとすぐにスタッフの方が設定してくれました。電話番号のスクショを取っておきましょう。ベトナムでの移動に欠かせないグラブアプリを設定します。あらかじめインストールしておいたグラブアプリを開き、通知を許可。継続をタップします。新規登録をタップ。電話番号を聞かれますので、まずはベトナムを選択。次に購入した eSIM の現地電話番号を入力します。iPhone ではスクショを長押しで電話番号をコピーできます。セキュリティキーが送信されてきますので適用。名前を聞かれますので入力。本名でなくても問題ありませんでした。WhatsApp や SMS で連絡してもよいか聞かれます。グラブアプリがトラッキングすることを許可するか聞かれますので許可にしました。左上の車アイコンをタップするとどこへ行きますかと聞かれます。宿泊するホテル名をコピペします。一番上にホテルが出てきたのでタップ。国際線到着が表示されていることを確認。この乗車地を選択をタップ。候補の車が表示され、一番安い車を選択して予約をタップ。自撮りするよう指示があるので、始めるをタップして自撮り。カメラへのアクセスを許可し、自撮りを行います。ベトナムでの移動はグラブ一択。料金は事前にアプリでわかるし、現金のやり取りもなし。本当にストレスゼロです。サービスオプションの選択が出てきます。私は何も選択しませんでした。ここで支払い方法の確認がありました。カードを選択し、カード情報を登録。34万7000ドンがカードに請求されたことが表示されます。ドライバーが見つかったようです。ナンバープレートが表示されます。ドライバーからメッセージが、訳文を表示で翻訳できます。空港利用料9000ドンが追加され、35万6000ドン、約2000円でした。ダナン国際空港の到着口を出たところです。これからグラブ乗り場に向かいます。横断歩道を渡り、左に進むとグラブ乗り場が見えてきます。標識も出ているのですぐにわかると思います。緑のシャツを着たスタッフに画面を見せたら、ここで待てば OK とのこと。ドライバーさんが私たちを発見してくれ、車まで案内してくれました。それではグラブに乗り込み、ホテルに向けて出発します。ドライバーさん、翻訳アプリを使って一生懸命話しかけてくれました。しっかり営業トークまで。3人乗りを発見。滞在中最大4人乗りも見ました。約50分でアレグロホイアンリトルラグジュアリーホテル&スパに到着しました。入った瞬間クーラーが効いていて気持ちいいです。センス抜群で癒されます。ウェルカムドリンクとスイーツをいただきました。ホテルの詳細は別動画で紹介します。伝統的なホイアンの建築様式とモダンなラグジュアリー感がミックスされています。ホテル中央には吹き抜けがあります。開けた瞬間、すごいいい香りです。ホイアン観光で最高のホテルです。チェックインを済ませたら街で評判の両替所へ。徒歩約7分です。Google マップでオートバイレンタル店と紹介されている。アンコーホイアン、両替所でもあります。レートは紙に書かれていて安心です。両替をお願いすると中から奥さんが現れます。ベトナムドンを数えて渡してくれました。後日フエの銀行で両替しましたが、レートはこちらが良かったです。ちなみに翌日も両替しました。ホイアンで最高の両替所です。
両替を済ませてココナッツの森でのバスケットボール体験へ移動します。間違ってチケット売り場に連れて行かれました。地図を見ていたので間違いに気づき、指定地点に無事到着。チケット売り場に直行されるケースがあるので注意してください。ホイアン市街から20分で到着。テクテクと乗り場へ向かいます。KKday のサイトで乗り場の写真があるのでスムーズにたどり着けました。到着後、バウチャーを見せてすぐにボートに乗り込みます。もともとベトナム中部の漁業用ボートとして使われていた伝統的な竹製の丸いボートです。ノンラーと呼ばれる伝統的な日よけの傘をかぶらせていただきました。しっかり防水されているようで水は染み込んできません。ベテランの船頭さんが器用にバスケットボートを漕いでくれます。水やしの間の水路を進んでいきます。思ったより混雑してます。しばらくすると開けた場所に到着。早速高速回転するボートを発見。やばい回転です。船頭さんに回転したいか聞かれましたが辞退しました。さらに進むとカラオケ会場に。いくつもあるカラオケ会場の一つに係留され、強制観覧。網を投げる漁のパフォーマンスもありました。水路を戻っていきます。途中で船頭さんが記念に写真を撮影してくれました。約40分の体験でした。ずっと漕いでくれた船頭さんにチップを渡しました。小銭を持っていくことをお勧めします。下船後、ココナッツウォーターをいただきました。ココナッツウォーター付きで予約しましたが、現地で買うこともできます。常温でしたが、とても美味しかったです。グラブで夕食に向かいます。ホイアン旧市街まで約20分でした。夕食はホイアン三大グルメのホワイトローズと揚げワンタンを食べに、ボンホンチャンホワイトローズレストランへ。向かって左はオープンエア、右はガラス張りでクーラーが効いてそう。クーラーの効いている部屋へ案内してもらいました。早速2万ドン、約120円のビールで乾杯。ホイアン三大グルメ、ホワイトローズ、揚げワンタンをいただきました。ついついビールをおかわりしました。これだけ食べて2人で1500円以下、クレジットカードも使えました。YouTube ではほとんど見られないトイレ事情を紹介します。こちらは洗面所、扉の中に大便器、小便器がありました。紙は流せないので横のゴミ箱に捨ててください。食事の詳細は別動画で紹介します。本日のメインイベント、世界遺産ホイアンの夜へ。ホテルからホイアン旧市街へは徒歩7分です。江戸時代、日本の朱印船はホイアンへも航行し、日本人町を築きました。長崎県から寄贈された復元模型が展示されています。気温は少し下がってきましたが、湿度が高く蒸し暑いです。旧市街は車、バイクの通行が規制されているので歩きやすいです。カムフォー寺という寺院の前に立派な木がありました。古くから地元の人々に神聖な木として崇拝されているそうです。ホイアン旧市街は1999年にユネスコの世界文化遺産に登録されました。日本、中国、インド、ヨーロッパなど様々な国と結びつきがあり、異なる文化の建築様式が混在する独特の街並みが特徴です。16世紀から19世紀にかけて築かれた街並みが当時の姿そのままに多く残っています。ホイアンの日本橋、正式名称は来園橋。1593年に当時ホイアンに住んでいた日本人の手によって建造された屋根付きの橋です。幅3メートル、長さ18メートルの橋で、かつては日本人町と中国人町を結んでいました。橋の中央には小さなお寺があり、橋寺とも呼ばれています。橋からトゥボン川を眺めると、多くの観光客で溢れていることがわかります。橋の両端には猿と犬の像、
猿年に着工し、犬年に完成したことに由来します。日本橋は修復を重ね、今もホイアン旧市街を代表する観光名所です。目の前のトゥボン川はホイアンを繁栄させた大切な川。昔はここを通って香辛料や陶磁器、絹が世界へ運ばれていきました。かつては世界中の商人で賑わう交易の拠点だったんですね。諸説ありますが、1604年から1635年にかけて356隻の朱印船が東南アジアへ渡航し、そのうち75隻がホイアンに寄港したとされています。当日予約した灯籠流しは集合場所が分かりにくくて迷いましたが、現地の方が主催者に電話で確認してくれて無事に集合場所に到着。子供が頑張って働いていることにびっくり。携帯画面でバウチャーを見せてランタン、チケット、ハーブティーをいただきました。甘かったですが冷たくて美味しかったです。岸壁から階段でボートに乗り込みます。乗船すると救命胴衣を着ます。川の上は町に比べて涼しいです。ホイアンの灯籠流しはホイアンの中心を流れるトゥボン川で体験できます。トゥボン川の別名としてホワイ川が使われることがあり、観光用のボートツアーなどではホワイ川と記載されることがあります。ホイアンの夜を彩るランタンの光。川面に映る光景は本当に幻想的です。ここで体験できるのが名物の灯籠流し。静かな川の上で願いを込めて灯籠をそっと流します。乗船時間は約20分。短い時間ですが、また来たいと思う特別な体験でした。ホイアン三大グルメの最後の一つ、カオラウを食べに行きます。トゥボン川からカオラウバーレーへはゆっくり観光しながら歩いて約20分です。国際的な貿易港として栄えたホイアン。中国や日本の商人が持ち込んだランタンが独自のデザインに改良され名物として定着したそうです。伝わった当初から縁起物としての信仰があり、満月の夜に死者を弔う目的で灯されるようになりました。1998年にホイアン観光局がこの伝統を生かしランタン祭りを開催。観光の目玉となり一層ランタンが多く飾られるようになったそうです。灯籠流しもランタン祭りとともに盛大に行われるようになりました。カオラウバーレーへはここを曲がって路地に進入します。カオラウバーレーに到着。Google の評価が星 4.7。味の評判が高くおすすめのカウラウ専門店。クーラーが効いていて気持ちいいです。カオラウは汁なしの混ぜそばのような麺料理。麺は太くてコシのある米粉ベースの麺。チャーシュー、揚げたカウラウ麺、香草がトッピングされ、チャーシューの煮汁を用いた少量のスープと混ぜて食べます。クレジットカードは使えませんでした。ホイアンで一番美味しいカオラウをいただきました。
これでホイアン三大グルメをコンプリート。ホテルに歩いて帰ります。帰り道でおしゃれなカフェを見つけました。なんとスターバックスコーヒー。ホイアンの街歩きを終えてホテルに戻りました。ライトアップされたプールで旅の夜が静かに更けていきます。ホイアンの夜は写真や映像以上に心に残る景色でした。次回は神秘に包まれた世界遺産ミーソン遺跡へ。どんな絶景が待っているか楽しみにしてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると嬉しいです。